はいどうも、ピパです。前回の動画でこちらの日総さんのプロテクトオートスーパーミニオートヒーターのレビュー動画をアップしました。ちょうど今後ろに見えてる黒い横長のやつ、これがその製品です。左が 10W ヒーター、右が 20W ヒーターとなっています。このヒーターの詳細レビューと実際に水が温まるかどうか動作レビューについては前回の動画で詳しくご紹介してますので、気になる方は下の動画概要欄からご覧ください。今回は何の動画を撮ってるんだと思われる方いるかもしれません。実は今回もこのオートヒーターの動作レビュー、前回の動画では室温が23度の環境でテストをしたんですが、実はこのヒーター、水温の制御する温度が周囲温度15度の場合で26度プラスマイナスで 2.5 度まで上げることができます。この周囲温度15度、おそらく部屋の室温が15度ということだと思うんですが、このヒーターの性能を試してみたくて今回新たに動画を撮影しています。前回は室温が23度の状態で水温26度まで上げるのに3時間半かかりました。それが室温15度の場合だと一体どのくらいかかるのかテストをしていきたいと思います。室温15度の時に26度まで上げられるって書いてるから、やっぱり15度でテストしたいですね。ちょっと外でテストしてみますか。よいしょ。うわ、寒い。ちょっと待って。寒い。無理。何、土砂降りじゃん。これは無理でしょ。現在、室温が20度ちょっと下回ってるぐらいです。室温15度。再現できないんですよね。どうやるんだ？ 20 度でもかなり寒く感じるんですけど、室温15度って普通皆さん暖房をつける温度ですよね。今回は動画で室温15度を再現するために結構土砂降りの雨の中窓を開けて部屋を寒くしてるんですけど、それでも室温20度をちょっと切るぐらいまでしかいきません。室温15度の環境で熱帯魚飼育される方いるのかな？どうなんだろう？というわけでですね、今回は誠に遺憾ではありますが、室温15度ではなくて室温20度の状態でオートヒーターがちゃんとその役割を果たしてくれるかどうかテストをしたいと思います。前回の動画は室温23度、今回の動画は室温20度、この違いですね。なんか前回と同じ結果になりそうですけど、テストしていきます。左が 10W ヒーター、右が 20W ヒーターです。水量は同じく4リットル。今回は周囲の温度が20度なので、若干26度達成は遅くなるかもしれませんね。1日の気温の変化で気温が下がるのは夜間から朝方。熱帯魚飼育ではこの寒い時間帯を26度キープできれば問題なく飼育できるとは思うので、この室温20度で水温26度をキープできるかどうかですね。オートヒーターの性能が試されます。現在の水温は両方とも 19.5 度。それでは水を攪拌させるためのエアポンプをつけてヒーターのスイッチを入れます。はい、ついた。なんかゴミが浮いてる。これで26度を目指して時間を計っていきます。現在6時40分ですね。頑張ってくれ、オートヒーター。僕はちょっと暖かい部屋に移動します。はい、ただいま1時間が経ちました。めっちゃこの部屋寒い。ここ僕の寝室なんですけど、今日はこんな寒い中寝れんのかな？早めにこの実験が切り上がればいいんですけど。ただいまの水温は 10W ヒーターの方は21度、20W ヒーターの方は 22.5 度。頑張ってますね。そして室温はというと20度を下回ってる感じですね。19.5 度ぐらい。そして外は土砂降り。雨の音がひどいんですけど、多分音には入ってないかな。ヒーター頑張ってくれてます。では引き続き見守っていきたいと思います。なんとか11時前には終わらせたいね。ただいま2時間が経過しました。水温はというと左の 10W 水槽が22度、そして右の 20W 水槽が 24.5 度。若干水温の上昇が鈍いですかね。もうしばらく見守っていきましょう。現在3時間経ちました。水温はどうなっているかというと、こちらの 10W 水槽は24度、こちらの 20W 水槽は26度。いってますね。こっちの水槽は26度。オートヒーターの設定温度達成しています。ただランプはついたまんまなので、まだ温めてるっていう状態ですね。それではあと1時間ぐらい様子を見ていきたいと思います。4時間が経ちました。現在室温は変わらず 19.5 度、寒いですね。そして水温はというと、こちらは
先ほど1時間前と変わらず24度ぐらいですね。もう上がらないのかもしれない。こちらの 20W ヒーターは 26.5 度。こちらはもうちょっと余力がありそうですね。10W ヒーターは適合水量4リットル。なのでこの水槽は現在4リットルの水が入っていて、使い方としては水量はジャストですね。ただ室温20度ぐらいだと若干パワー不足っていう感じがします。1時間温度変わらなかったので、これ以上やっても変わんないかなっていう気がしますね。1日の温度は絶えず変化しているので、これが現在夜としたら、実際夜なんですけど、これからもっと気温が下がって室温も下がっていくので、これから25度、26度に上がるっていうことはないんじゃないかなと思います。それに対して 20W の方は4リットルの水量に対して適合水量は8リットルなので、まだまだパワーは余力がありそうですね。これから夜間、明け方にかけて気温が下がっても、この水温はキープできるんじゃないかなと思います。なので、冬の期間、寒い季節にオートヒーター使うときは、やっぱりオーバースペックのヒーターを選んだ方が良さそうですね。今回の日総のプロテクトオートスーパーミニヒーター、4リットルの水量でも 20W のタイプを選んだ方が良さそうです。じゃあ実験はここまでですね。いやー寒かった。ようやく窓閉めれました。右側の水槽のヒーター消えてますね。これ電源抜いたわけじゃないので、温度が規定温度になったのでヒーターが停止している状態です。左は絶賛ついてますね。というわけで今回は一層のプロテクトオートスーパーミニ 10W と 20W、こちらを室温 19.5 度でテストしてみました。残念ながら室温15度っていうのは再現できなかったんですけど、ある程度寒い季節の目安にはなるんじゃないかなと思います。こういう小さいヒーターを入れる小型水槽とかは室温15度とかそれ以下になっちゃう季節はなかなか厳しいかもしれないですね。当然ワット数の大きいものを選べばいいんですけど、ワット数大きいものはサイズも大きくなっちゃうので、小型水槽ではなかなか使えないと思います。なので小型水槽をたくさん管理されている方はエアコンとかストーブとか部屋全体を温める方法を取った方が効率的かなと思います。本当に15度いけるのかな？ちょっと疑惑ですね。というわけで今回の動画は以上です。もしよければ前回の動画も合わせてご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。